り解説。1988年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1988年ってどんな映画が公開されたか知ってる？お、1988年か。結構すごい年だったぜ。日本の映画界でもアニメやアクション、歴史大作が揃ってて、今も語り継がれる名作がたくさんあるんだ。へえ、そんなにすごい年だったの？どんな映画があったの？例えば、アニメならアキラがあるし、ジブリの隣のトトロもこの年に公開されたんだぜ。アキラって有名な SF アニメだよね。今見てもすごい映像表現だって聞いたことがあるよ。その通り、大友克洋監督の傑作で、アニメの歴史を変えたとも言われる作品だ。トトロも、宮崎駿監督の代表作の一つで、今でも子供から大人まで愛されてるぜ。なるほどね。でも、アニメだけじゃなくて他にも面白い映画があるんでしょ？もちろんだぜ。例えば、ハリウッド映画なら、ロボコップや、危険なジョージ。日本の名作なら、敦煌や、偉人たちとの夏がある。へえ、ジャンルも色々あるんだね。そういう映画が今でも話題になるってことは、当時もすごく人気があったの？そうだぜ。どの映画も個性的で、観客の心を掴んだ名作ばかりだ。このランキングでは、そんな1988年に日本で公開された映画をベスト10形式で紹介していくぜ。第10位、アキラ。マリサ、今回のランキングの第10位はアキラなんだね。なんとなく聞いたことはあるけど、どんな映画なの？お、いい質問だな。アキラは、大友克洋が原作監督を務めたサイバーパンク SF アニメ映画だぜ。舞台は2019年のネオ東京。第二次世界大戦で崩壊した東京の跡地に新たに築かれた街で、暴走する少年たちと政府の超能力研究が絡み合うストーリーなんだ。未来の東京が舞台なんだ。サイバーパンクっていうのは、どんな雰囲気なの？簡単に言うと、近未来でハイテク技術と大敗した社会が混じり合っている感じだな。アキラでは、荒廃した都市とネオンが輝く街並みが特徴的で、バイクを乗り回す不良グループ、金田と哲夫の対立が物語の中心になるんだ。金田と哲夫って、どういう関係なの？もともとは幼馴染で、金田はリーダー的存在。一方の哲夫は劣等感を抱えていて、ある日政府の秘密研究に巻き込まれて超能力を手に入れちゃうんだよ。超能力、そんな展開になるの？そうなんだぜ。哲夫の力はどんどん暴走して、ついにはアキラと呼ばれる存在の秘密に迫ることになるんだ。アキラはかつて政府の研究で生まれた超能力者で、その力は都市を壊滅させるほどだったんだよ。なるほど。じゃあ、政府も鉄を止めようとするの？その通り、政府の軍隊も動き出すし、金田も鉄を止めようとする。終盤は大規模な超能力バトルが繰り広げられて、もうハラハラドキドキの展開なんだぜ。すごい迫力ありそう。でも、アニメ映画でそんなに壮大なストーリーを描くのって大変だったんじゃない？まさにその通りだぜ。アキラは、当時の日本アニメの最高峰の技術を詰め込んだ作品で、作画枚数は16万枚以上。手書きでここまでの映像を作り上げたのは、すごいことなんだよ。そんなに、映像が綺麗ってよく聞くけど、理由がわかった気がするよ。しかも、今見ても全然古臭く感じないんだぜ。ストーリーも深いし、映像美もすごいから、今なお世界中のクリエイターに影響を与え続けている名作なんだ。1988年の作品なのに、今も人気があるってことは、それだけすごい映画なんだね。その通りだぜ。これを機に、もう一度見てみるのもおすすめだぜ。第9位、危険なジョージ。次の第9位は、危険なジョージ？なんだかすごいタイトルだね。そうだろ？英語の現代は、フェイタルアトラクションで、直訳すると致命的な魅力って感じだな。1987年にアメリカで公開され、日本では1988年に公開されたスリラー映画だぜ。致命的な魅力？どういう話なの？物語は、マイケル・ダグラス演じる弁護士のダンが、妻子のいる身でありながら、
一夜限りの関係を持った女性アレックス・グレン・クローズに執着されてしまう。というものなんだ。それって、いわゆる不倫？そうなんだぜ。最初は軽い浮気のつもりだったんだが、アレックスは段に異常な執着を持つようになり、ストーカー行為がエスカレートしていくんだ。うわぁ。なんだか怖い話になりそうだね。そうなんだよ。最初は電話を何度もかけたりするくらいだったんだけど、そのうちダンの家に現れたり、職場に押しかけたり、しまいには奥さんや娘にまで危害を加えようとするんだ。それって完全にホラーじゃない。まさにそうだぜ。危険なジョージは、不倫の代償がどれだけ恐ろしいことになるかを描いた映画で、公開当時も大きな話題になったんだ。そんな話、当時の観客はどんな気持ちで見たんだろう？男性観客は浮気なんて絶対するもんじゃないってゾッとしたし、女性観客の中にはアレックスに共感する人もいたらしいな。どうして？アレックスはただの悪役じゃなくて、彼女なりの傷や孤独が背景にあるんだ。だからこそ、彼女の狂気がリアルに感じられて、多くの人の心に強烈な印象を残したんだよ。なるほど。単なるストーカー映画じゃなくて、心理描写がしっかりしてるんだね。そういうこと。しかもこの映画は、当初の脚本とエンディングが違っていて、もともとはアレックスが自ら命を絶つという結末だったんだ。じゃあ劇場公開版のエンディングはどうなったの？劇場版では、もっと衝撃的な結末になってるぜ。それはぜひ映画を見て確かめてほしいな。気になるけど、怖そうだな。でも、スリラー映画好きな人にはぴったりかもね。そうだな。1988年の映画だけど、今見てもゾクゾクするような緊張感があって、スリラー映画の名作として語り継がれている作品だぜ。第8位、刑事2個、法の資格。第8位は、刑事2個法の資格か。なんだか刑事物っぽいタイトルだけど、どんな映画なの？これはアメリカのアクション映画で、主演はスティーブン・セガールだぜ。彼の映画デビュー作でもあって、ここから一気にアクションスターの道を駆け上がった作品なんだ。へえ、そんなにすごい映画なんだ。でも、スティーブン・セガールってどんな俳優なの？彼は本物の武道家で、合気道の達人でもあるんだぜ。だから、映画の中でも普通のアクションとは違って、合気道を使った独特な戦い方をするのが特徴なんだ。武道家が主演のアクション映画。なんだかかっこよさそう。そうだぜ。ストーリーとしては、セガール演じるシカゴ市警の刑事ニコが、CIA 絡みの巨大な陰謀に巻き込まれるって話だ。彼は元 CIA のエージェントだったんだけど、組織の闇を知りすぎたせいで命を狙われることになるんだ。刑事なのに元 CIA ってすごくない？そうなんだよ。しかもニコは合気道の達人だから、敵の銃を素手で奪ったり、一瞬で相手を投げ飛ばしたりと、まさに無敵なんだぜ。普通の刑事ドラマとは違うね。アクションがすごそう。まさにそれがこの映画の魅力だな。特に、銃を使わずに素手で敵を倒すシーンは衝撃的だったぜ。セガールは、シュワルツェネッガーやスタローンとは違うタイプのアクションスターって言われるくらい、独自のスタイルを確立したんだ。へえ、そんなに個性的なんだね。でも、ストーリー的にはどんな感じなの？ある日、ニコは普通の捜査をしていたはずが、麻薬取引の裏に CIA の秘密作戦が絡んでることに気づく。彼はどんどん深みにはまって、命を狙われながらも真実を暴こうとするんだ。おお、まさにハードボイルドな刑事映画って感じ。しかも、相手は CIA の汚れたエージェントだから、警察の上層部も圧力をかけてくる。だけどニコは全くひるまない。証拠をつかむために単独行動をとり、どんな敵が来ようと倒していくんだぜ。なるほど、熱い展開だね。そういえば、セガールの映画ってアクションだけじゃなくてメッセージ性も強いって聞いたことがあるけど、この映画もそうなの？そうだな。この映画は、政府の腐敗や CIA の闇を描いてるんだ。単なるアクション映画じゃなくて、正義を貫く刑事が、巨大な陰謀に立ち向かうっていう社会派の要素もあるんだぜ。スリリングなアクションに加えて、メッセージ性もあるって、なかなか深い映画だね。そうなんだ。
セガールのデビュー作としても伝説的な作品だから、アクション映画が好きなら絶対に見ておくべき映画だぜ。第7位、偉人たちとの夏。第7位は、偉人たちとの夏ですね。どんな映画なんでしょうか？これは、山田太一の同名小説を原作としたファンタジードラマ映画だぜ。監督は大林信彦。主演は風間森夫さんだ。どんなストーリーなんですか？主人公の原田秀夫は40歳のシナリオライターで、妻子と別れて一人暮らしをしているんだ。ある日、幼少期を過ごした浅草を訪れた際、12歳の時に交通事故で亡くなったはずの両親と再会するんだよ。亡くなったはずの両親と再会するんですか？それは驚きですね。ああ、まるで時間が巻き戻ったかのように、若い頃の両親が現れるんだ。原田は懐かしさから頻繁に両親の元を訪れるようになる。なんだか不思議な話ですね。さらに、原田は同じマンションに住む女性、藤野圭とも親しくなる。しかし、彼女も実は偉人、つまり幽霊だったんだ。そうなんですか？それは驚きです。ああ、彼女との関係が深まるにつれ、原田の体調はどんどん悪化していく。偉人と関わることで、聖者のエネルギーが奪われてしまうんだ。それは切ないですね。最終的に、原田は両親との別れを決意し、浅草のすき焼き屋で最後の食事を共にする。涙ながらに別れを告げると、両親の姿は消えていくんだ。感動的なシーンですね。ああ、この映画は、生と死、そして過去との向き合い方を描いた作品だ。懐かしさと切なさが入り混じった名作だぜ。第6位、僕らの7日間戦争。第6位は、僕らの7日間戦争ですね。どんな映画なんでしょうか？これは、ソーダ治の同名小説を原作とした青春映画だぜ。監督は菅原弘主演は宮沢りえさんで、彼女の映画初出演作としても有名なんだ。宮沢りえさんのデビュー作なんですね。どんなストーリーなんですか？物語は、青葉中学1年 A 組の男子生徒8人が、学校や親の厳しい規律や束縛からの解放を求めて、町外れの廃工場に立てこもるところから始まるんだ。彼らはそこを解放区と称し、大人たちとの戦争を繰り広げるんだぜ。中学生が大人たちに反抗するんですね。具体的にはどんなことをするんですか？彼らは廃工場を秘密基地として活用し、大人たちの侵入を防ぐために様々なトラップや作戦を考案するんだ。例えば、偽の爆弾を仕掛けたり、音響効果で敵を混乱させたりと、知恵と工夫を駆使して大人たちと対峙するんだよ。それは面白そうですね。でも、どうして彼らはそんな行動に出たんでしょうか？一つのきっかけは、教師からの体罰や親からの過干渉など、大人たちの理不尽な態度に対する反発だ。彼らは自分たちの自由を求めて、自らの力で状況を変えようと立ち上がったんだ。なるほど。自分たちの自由を取り戻すための戦いだったんですね。そうだぜ。この映画は、青春時代の反抗心や自由への渇望を描いていて、見る者に強い共感を呼び起こす作品なんだ。また、宮沢りえさん演じる学級委員の中山ひとみが、男子たちの行動に興味を持ち、彼らの元を訪れるシーンも印象的だぜ。青春のエネルギーが詰まった作品なんですね。ああ、主題歌の TM ネットワークのセブンデイズ号も名曲で、映画のテーマとマッチしていて、作品全体の雰囲気を盛り上げているんだ。公開当時、多くの若者たちに影響を与えた名作だぜ。第5位、ロボコップ。第5位はロボコップですね。どんな映画なんでしょうか？これは、近未来のデトロイトを舞台にした SF アクション映画だぜ。監督はポール・バーホーベン。主演はピーター・ウェラーだ。物語は、殉職した警官アレックス・マーフィが、巨大企業オムニ社によってサイボーグ警官ロボコップとして蘇り、犯罪と戦う姿を描いているんだ。殉職した警官がサイボーグとして復活するんですね。どんなストーリーなんですか？デトロイト市警に配属されたマーフィは、凶悪犯クラレンス一味を追跡中に捕まり、命を落としてしまう。しかし、オムニ社のロボコップ計画の一環として、彼の遺体がサイボーグ警官として再生されるんだ。
当初、ロボコップは感情や記憶を持たない完璧な警官として活躍するが、次第に生前の記憶が蘇り、自分がマーフィであることを自覚し始める。そして、自分を殺したクラレンス一味や、背後で糸を引くオムニ社の陰謀に立ち向かうことになるんだ。自分の過去と向き合いながら、悪と戦うんですね。ああ、この映画は単なるアクション映画にとどまらず、人間性や企業の倫理、そして社会問題を鋭く描いているんだ。特に、マーフィが自分のアイデンティティを取り戻す過程や、企業の利潤追求のために人間性が犠牲にされる様子は、深いテーマ性を持っているぜ。深いテーマが込められているんですね。そうだ。また、ロボコップのデザインや特殊効果も当時としては革新的で、その後の SF 映画に大きな影響を与えたんだ。公開当時は、その過激なバイオレンス描写や社会風刺が話題となり、多くのファンを魅了した名作だぜ。なるほど。見応えのある作品なんですね。ああ、アクション映画としてのエンターテインメント性と、社会派ドラマとしての深みを兼ね備えた作品だ。未見ならぜひ一度見てみることをお勧めするぜ。第4位、ラストエンペラー。第4位は、ラストエンペラーですね。どんな映画なんでしょうか？これは、清朝最後の皇帝愛新覚ら不義の波乱万丈な生涯を描いた歴史大作だぜ。監督はベルナルド・ベルトルッチ。主演はジョン・ローンが不義を演じているんだ。この作品は第60回アカデミー賞で作品賞を含む9部門を受賞した名作だよ。そんなに評価の高い映画なんですね。どんなストーリーなんですか？物語は、1950年、戦犯として中国に送還された不義が、自らの反省を回想する形で進行するんだ。彼は3歳で皇帝に即位し、資金上で育つが、外の世界を知らないまま成長する。やがて革命の波に飲まれ、皇帝の座を追われるんだ。その後、日本の支援を受けて満州国の皇帝となるが、実質的には日本の傀儡政権であり、再び運命に翻弄されることになる。戦後はソ連に抑留され、中国に戻った後は一般市民として生涯を終えるんだ。壮絶な人生ですね。映画の見どころはどこですか？まず、実際の資金場で撮影された映像美が圧巻だ。豪華絢爛な宮廷の様子や、歴史的な出来事がリアルに再現されている。また、不義の複雑な心情や、時代の流れに翻弄される姿をジョン・ローンが見事に演じているんだ。さらに、音楽を担当した坂本雄一のレイン・アイ・ボント・ア・ディボースも作品の雰囲気を高めている。歴史的な背景も学べそうですね。ああ、20世紀初頭の中国の激動の歴史を知る上でも貴重な作品だ。ただし、映画としての脚色もあるから、史実と照らし合わせてみるとより深く楽しめると思うぜ。なるほど。ぜひ見てみたいです。長尺の作品だけど、その分見応えがあるから、時間のある時にじっくり鑑賞するのをおすすめするぜ。第3位、機動戦士ガンダム、逆襲のシャア。第3位は、機動戦士ガンダム逆襲のシャア。これはテレビシリーズの総集編とかじゃなくて、完全な新作映画なんだよね？その通りだぜ。これは、ガンダムシリーズ初の完全オリジナル劇場作品として制作された映画なんだ。それまでの劇場版ガンダムは、テレビアニメの再編集版だったけど、この作品は映画のために一から作られたんだよ。なるほど。だから映像もストーリーも映画としてしっかり作られてるんだね。どんな内容なの？物語の舞台は宇宙世紀93年。シャア・アズナブルがネオジオンの総帥となり、地球に小惑星アクシズを落として人類を宇宙に追い出そうとするんだ。それを阻止しようとするのが、地球連邦軍のロンドベル隊に所属するアムロレイだぜ。二人の宿命の対決が描かれるんだ。シャアって何度も戦ってるよね？なんでまた戦うことになったの？シャアは、地球の環境を守るために人類を宇宙に移住させようとしてる。でも、その方法が極端すぎるから、アムロはそれを阻止しようとするんだよ。二人の理想のぶつかり合いが、この映画の核心なんだ。どっちも間違ってはいない気がするけど、まさにそこがポイントだな。アムロとシャアは9年間のシリーズを通して何度も対立してきたけど、ついにこの映画で決着がつくんだ。そして、
その戦いを象徴するのが、アムロのニューガンダムとシャアのサザビーの一騎打ちだぜ。ニューガンダムってどんな機体なの？アムロ専用の新型モビルスーツで、最大の特徴はフィンファンネルっていう遠隔操作兵器を搭載してることだな。対するサザビーは、シャアが乗る巨大な真空の機体で、こっちもファンネルを搭載してる。つまり、ニュータイプ同士の最終決戦ってことだね。ところで、シャアの声優の池田秀一さんは、この映画に特別な思いがあったんでしょ？そうなんだよ。池田秀一さんはこの映画を9年間のガンダムシリーズの集大成として収録に臨んだんだ。そして、物語の結末でシャアは死んだと解釈して、収録後に監督の富野義行に長い間お疲れ様でしたって挨拶したんだ。でも確かシャアの生死ってはっきりしてなかったよね？その通り、それに対して、富野監督は死んだかどうかわからないって返したらしいぜ。だから、ファンの間でもシャアが本当に死んだのかは長年議論されてるんだ。なるほど。まさに伝説のラストなんだね。そうだぜ。さらに、池田秀一さんは最後だから全部やりきろうって気持ちで演じたって後に語ってるんだ。シャアの最後のセリフや感情表現には、その思いが込められてるんだよ。ファンにとってはたまらない作品だね。ああ、まさにガンダムシリーズの歴史に残る名作だぜ。第2位、隣のトトロ。第2位は、隣のトトロね。これってどんなお話なの？これは、昭和30年代前半の日本を舞台に、田舎に引っ越してきた姉妹、さつきとめいが、不思議な生き物トトロと出会う物語だぜ。母親の療養のため、父親と一緒に新しい家に移り住んだ二人は、自然豊かな環境でトトロやネコバスといった不思議な存在と交流を深めていくんだ。トトロって、大きくてふわふわした生き物よね。どうやって生まれたキャラクターなの？宮崎駿監督が1970年代後半から温めていた企画で、最初はテレビスペシャルの構想だったんだ。1986年に描かれたイメージボードがきっかけで映画化が進んだんだぜ。ちなみに、当初はさつきとめいは一人の女の子として描かれていたけど、制作過程で姉妹に変更されたんだ。そうだったんだ。映画の中で特に印象的なシーンってある？やっぱり、雨の中のバス停のシーンだな。さつきが父親を待っている時に、トトロが現れて一緒にバスを待つんだ。このシーンは、宮崎監督が描いたイメージボードが元になっていて、映画化のきっかけにもなったんだぜ。そうなんだ。トトロって、どこか懐かしい感じがするけど、何かモデルがあるの？トトロは、宮崎監督が子供の頃に感じた自然への畏敬や、不思議な存在への想像力から生まれたキャラクターなんだ。だから、どこか懐かしさを感じるのかもしれないな。なるほど。だから今でも多くの人に愛されているのね。ああ、2011年にバンダイが行ったアンケートでは、0歳から12歳の子供を持つ保護者を対象にした子供に見せたい映画の第1位を獲得してるんだ。公開から20年以上経ってるのに1位ってすごい。親にとっても、さつきとめいは理想の女の子像なんだろうな。だから、今でも親子で見る映画として選ばれ続けてるんだぜ。長く愛される作品って、そうやって世代を超えて受け継がれていくんだね。そうだぜ。だから、隣のトトロは、ただのアニメ映画じゃなくて、日本のアニメ文化を象徴する一本なんだ。第1位、敦煌。第1位は、敦煌ね。歴史大作って感じだけど、どんな映画なの？その通りだぜ。井上靖の同名小説を原作に、11世紀のシルクロードを舞台にした壮大な歴史映画だ。主人公の張行徳は、科挙の試験に落ちた後、聖火の文化や言語に興味を持ち、聖域へ旅立つんだ。途中で聖火軍の肝心部隊に徴用され、隊長の主王霊と出会い、深い友情を育むんだよ。なるほど。友情の物語でもあるのね。ああ、それだけじゃなく、ウイグルの王女ツルピアとの悲恋も描かれる。彼女は聖火王との政略結婚を強いられ、最終的には自ら命を絶ってしまうんだ。主王霊は反乱を起こし、張行徳も敦煌の文化遺産を戦火から守るために莫高窟へ貴重な品々を運び込むことになる。すごく壮大なストーリーね。でも、
この映画って制作にもかなり力が入ってるんでしょ？その通りだ。実際の中国ロケを敢行し、10万人のエキストラと4万頭の馬を動員した超大作だぜ。しかも、制作当初は予算が20億円と見積もられていたんだけど、10年の間に物価が上がって最終的に35億円にまで膨れ上がったんだ。10年もかかる間にそんなに予算が増えちゃったの？そうなんだよ。しかも、中国当局によって制作費は中間搾取され、撮影機材も日中友好の名のもとに全て接収されたって話もあるんだぜ。それってつまり、撮影が終わったら日本側には何も戻ってこなかったってこと？そういうことだな。制作には相当な苦労があったんだけど、それでも完成した作品は壮大な映像美と重厚なストーリーで、日本映画界を代表する歴史映画になったんだ。キャストも豪華だったんでしょ？張行徳役には佐藤浩市、主王霊役には西田敏行、ツルピア役には中川杏奈と実力派が揃っているぜ。やっぱり映画のスケールにふさわしいキャストなんだね。でも、興行的にはどうだったの？興行収入は45億円を記録し、1988年の日本映画でトップの成績を収めたぜ。すごいわね。制作に苦労があった分、それだけ多くの人に見てもらえたんだね。まさにそうだな。壮大なスケールと人間ドラマが融合した日本映画史に残る名作だぜ。総評またはまとめ。いやー、1988年の映画ってすごい作品ばかりだったね。そうだろ？アキラのようなアニメの革命作、隣のトトロみたいな世代を超えて愛される名作、そして、敦煌のような超大作まで、本当にバラエティ豊かな一年だったぜ。アニメ、アクション、歴史映画。どの作品も個性的で、今でも語り継がれているのがすごいよね。そうなんだ。特に、隣のトトロなんかは、公開当初はあまりヒットしなかったのに、今では子供に見せたい映画ランキングで1位を取るほどの人気作になってるからな。テレビ放送とかでじわじわ人気が広がったって言ってたもんね。逆に、敦煌みたいな作品は、当時の制作スタッフの努力があったからこそ、あの壮大なスケールの映像が実現できたんだ。予算の大幅増加や中国当局の問題なんかもあったけど、それでも完成した映画は大ヒットを記録した。映画って、やっぱり作るのも大変なんだね。でも、その苦労があったからこそ、今でも名作として残ってるんだろうな。その通りだぜ。1988年に公開されたこれらの映画は、今見ても新鮮で面白いものばかりだから、興味があったらぜひ見てみてくれよな。気になった作品をチェックしてみるよ。みんなもこの機会に1988年の映画を楽しんでみてね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。